ブルベルジュン野原です。本日もオンラインストアにアップされる商品をご紹介いたします。ご購入はオンラインストアのみとなっております。ご了承ください。金額、サイズ、状態、そちらのお問い合わせの方もベルベルジュンウェブストアの方によろしくお願いします。これから紹介する商品は3月の1日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄の方に貼ってますので、そちらの方をチェックしてみてください。まずは T シャツからいきます。こちらがチャンピオンのベースボール T ですね。こちらトリコのタグでサイズ表記 XL です。で 100% コットンですね。白とネイビーの切り返しになっていて、こちらプリント、すみません、プリントは染み込みのプリントになってます。で少しシミなどはあるんですが、そこまで気にならない状態かなと思います。裏面に関しては特に綺麗な状態です。ベースボールの XL なので、ものによって縮みが出てるものとかだと僕でも着れないサイズにはなるんですが、幅は全然余裕があります。着丈はちょっと短いですかね、僕だと。こちらの方でお値段が7800円に消費税になります。続いてこちらもチャンピオン T シャツ、タグはこちらトリコの M 表記ですね。でこちらも 100% コットンの方です。で白ボディに3段でラバープリント入ってます。こちら裾の方にもタグついてますね。全体的に多少のスレとかはあるんですが、そんな気になるダメージはないかなと思います。でトリコの M 表記、フットボール T は僕でこちらぴったりするかなっていうぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてもチャンピオンのフットボール T ですね。こちらはバータグの S 表記です。こちらも 100% コットンの方です。で、ネイビーボディに UCLA でフロッキープリントですね、入ってます。こちらも裾にも S 表記のタグついてます。でこちらも全体的にネイビーが少しフェードしてって感じはあるんですが、特にひどいダメージ一切ないですね。で、S 表記なのでさすがに僕だともう幅がピッタピタっていう感じになっちゃうんですが、着れる方にとってはかなりおすすめだと思います。こちらの方もお値段7800円に消費税になります。続いてこちらいいタグですね。ラッセルのサウザンのタグがついてます。サイズ表記 L 表記です。でこちらも 100% コットンですね。サウザンなので、バインダーのネックになっていて、グレーの霜降り、そして黒染み込みのプリントです。こちらもですね、全体的に気持ち汚れがある状態にはなるんですが、ちょっと雰囲気系としてはいいかなと思います。袖とかにもシミが残ってるっていう状態になります。裏面に関してもところどころですね、汚れが残っててっていう状態になります。ラッセルの L 表記、僕が幅が少しピタッとしますね。着丈は全然余裕あるので着れる方は多いかなと思います。こちらの方もお値段が7800円に消費税になります。続いてこちらチャンピオン T に戻りますね。こちらタグの方はバータグの M 表記になってます。こちら88ボディですね。で首周り少し擦れてる部分があります。でプリント人気のあるウールリッチの羊のプリントですね。こちらも全体的に少し汚れはあるんですが、背中にもプリントちょっと薄くなっちゃってます。すいません。でこちらバータグの M 表記、僕はちょっとピタッとするぐらいの少し小さく感じるサイズ感ですね。こちらの方でお値段7800円に消費税になります。続いてシャツですね。こちらエスティジョーンズベイのタグになっていて、サイズ表記が L レギュラーですね。ヘビーネルで、赤黒白グレーの配色、いい配色ですね。なんか王道っていう感じのアメカジの配色だと思います。状態もかなりいいです。サイズが L 表記なので僕がいいサイズ感で着れる状態ですね。こちらの方でお値段6800円に消費税になります。続いてこちらウールシャツ、ペンドルトンのシャツですね。タグはこちらのタグになっていて、サイズ表記 L 表記です。めちゃくちゃいい配色ですね。青と黒グレーの配色、すごい使えると思います。状態もいいですね。ただそのサイズ感なんですけども L 表記ではあるんですが、気持ち縮んでて、僕だと普通の表記で言うと S 表記ぐらいのサイズ感だと思います。僕だともう気持ちピッタピタで正直着れないかなっていうぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。
続いてもペンドルトンのシャツですね。こちらもこのタグになっていて、サイズ表記が L 表記です。なんか優しい色味っていう感じの、なんかオンブレってわけじゃないですけど、いい配色だと思います。で、程度としてこの襟のところに少し小穴が開いてるっていうのと、あとここのボタンの横ですね、シミが残っててっていう状態になります。まだ全然まだまだ着ていける状態ですね。こちらに関しては特に縮みが出ていなくて、この L 表記で僕がちょうどよく着れるサイズ感ですね。なんかこれからの季節なんか着ててすごい良さそうですね。こちらの方でお値段が7800円に消費税になります。続いてレギュラーのスウェットですね。タグがこちらチャンピオンの青の刺繍のタグです。サイズ表記 L 表記ですね。でネイビーっていうよりはちょっとブルーに近いような色味です。で、胸にスクリプトの刺繍入っていて、こちらフルジップのタイプですね。パーカーになってます。で、程度としてもこちら結構いい状態だと思います。多少擦れてるところとかはあるんですが、全然気にならないと思いますね。サイズ表記が L 表記なので、フルジップちょっと作り大きいですね。僕で余裕が出てちょっと大きく感じるサイズ感ですね。こちらの方でお値段が7800円に消費税になります。続いてこちらもレギュラーのスウェットなんですが、すみません、こちらタグの方が切れてる状態になります。で、白ボディにラバープリントで UCLA いいですね。で、こちら裏面の方はこんな無地のタイプになってるんですが、こちら 1. 点小穴が開いてる感じにはなります。で、サイズ表記でいうと L 表記ですかね。僕でも気持ちゆったり着れるっていうぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段7800円に消費税になります。続いてこちらもレギュラーのスウェットですね。タグはこちらチャンピオンのタグがついてます。こちら50、50のボディで M 表記です。で、ネイビーボディにこちらフロッキーのプリント3段でいい感じに入ってます。で、こちらも全体的にそのネイビーが少し色焼けしてる感じはあるんですが、特にひどいダメージないですね。サイズ表記 M 表記なので、ちょっと僕だとほんとピタッっていう感じになっちゃうんですが、着れる方全然おすすめです。こちらの方もお値段7800円に消費税になります。続いてリバースウィブですね。こちらタグの方が刺繍タグの S 表記です。で、こちらモツグリーンのボディにラバープリント、いい感じにひび割れてますね。しかもハーバードいいと思います。しかもハーバードでこのボディの色結構珍しくないですかね。裏の方は無地になってます。特に S 表記っていうのもあって、僕だとさすがに小さいんですが、女性の方など本当おすすめですね。こちらの方でお値段12800円に消費税になります。続いてもリバースウィブですね。こちらタグの方が刺繍タグの XL 表記になります。で、こちらグレーボディにラバープリント3段入ってますね。ネイビーのラバーです。で、こちらも裏面無地のタイプですね。で、こちらも程度かなりいいと思います。で、XL 表記なので、皆さんご存知だと思うんですが、僕が大きめに着れていいサイズ感です。こちらの方でお値段の方が12800円に消費税になります。続いてもリバースのプリントものですね。タグはこちら刺繍タグの WXL です。で、こちらもグレーボディにラバープリント、こちらエンジのラバーですねが入ってます。3段で。で、こちらに関しても程度特に気になるところないかなと思います。で、 WXL こちらはかなり僕がゆったりしますね。こちらの方でお値段12800円に消費税になります。続いてもリバースウィブですね。タグがこちら一発古いトリコの L 表記です。で、こちらもグレーボディにラバープリント2段ですね。こちらは入ってます。で、こちらも程度としては特に大丈夫だと思います。で、M 表記だと僕がすいません、 L 表記です。 L 表記だと僕がちょうどいいサイズ感ですね。こちらもお値段12800円に消費税になります。続いてこちらは目付きの無地のタイプですね。タグはこちらもトリコの L 表記です。後ろにケアタグがついているタイプですね。で、こちら普通の無地とは変わってて、ちょっと目が少し大きいタイプですね。で、そのグレーボディなんですが、ステッチだけ色が違うステッチが使われているやつです。で、こちらこの脇の方ですね、少しダメージが
きてるところがあります。ただこのタイプなかなか珍しいと思いますね。背中にも少し汚れが残ってます。トリコの L 表記なので、こちらも先ほど同様ですね、僕がちょうどいいサイズ感です。こちらもお値段 12,800 円に消費税になります。続いてはヴィンテージセットですね。こちらタグはついてない状態です。白ボディに赤の3段で、こちらフロッキーですね。その表面のこのフェルトのやつが少し剥がれてっていう状態になります。ただ白ボディのビンスでほんと綺麗なのでなかなか出てこないので、この辺はおすすめかなと思います。サイズ感で言うと L 表記が少し縮んだぐらいだと思います。僕だとほんとピッタピタになるっていうサイズ感ですね。こちらの方でお値段が 12,800 円に消費税になります。続いてこちらラルフローレンのコットンセーターですね。タグの方がこちらのタグになってます。サイズ表記が XL の表記ですね。で、カーキの色味かなりいいと思います。こちら程度も綺麗で、肘にエルボーがついているタイプです。なんかパッと見ミリタリーっぽい感じもしてすごいいいかなと思います。ただ1点、こちらボタンのそのホールになる紐がちょっと切れてなくなっちゃってる状態ですね。ただ、あとそうですね、こちら裾の方にもこのピスがついてます。XL 表記なので、僕が大きめに切れてこの辺は需要はあるんじゃないかなと思います。こちらの方でお値段の方が 7,800 円に消費税になります。続いてこちらパタゴニアのカヤックのジャケットですね。タグの方はこちらになっていて、サイズ表記が L 表記になってます。で、香港製のものですね。で、内タグの方がこちらについていて、でこちら、S3 なので93年のものですね。で、こちら作りもすごい変わっていて、知ってるご存知の方は多いと思うんですが、このサイドにもジッパーがついてたりとかして、なんかすごいなんかファッション的な感じかなと思います。で、状態としてなんですけど、気持ちこの剥離が進んでてっていう状態で、こちら中のこちらの方ですね、少し切れちゃってるところがあるんですよね。ちょっとそこだけ本当申し訳ないです。ただ色味もすごい綺麗で、物としてすごい人気もあるアイテムだと思います。サイズ表記は L 表記なんですが、僕で本当ピタッとなるかなっていうぐらいのサイズ感ですね。ちょっとダメージと程度っていうところでお値段の方に反映してるかなと思います。こちらでお値段が 9,800 円に消費税になります。続いてこちらラルフローレンのスイングトップですね。タグの方はこちらになってます。で、サイズ表記 XL の表記ですね。で、コットンじゃなくてちょっとつるっとした肌触りのいい生地になっていて、黒ボディで胸にポニーがワンポイント入ってます。で、こちらも特に程度としては綺麗な状態です。で、サイズ表記は XL なので、この辺は作りも大きいので僕がガバッと大きめに切れるサイズ感ですね。こちらの方でお値段の方が 9,800 円に消費税になってます。こちらが、ウールリッチのジャケット。タグはこちらの方になってます。サイズ表記がこちら42になってますね。で、こちらもカーキとベージュ、あと白ですかね、生成りっぽい白の配色になっていて、かなり使いやすい配色だと思います。で、こちらこの裾の4つポケのタイプになっていて、かなり機能性もいいですね。で、ウールものですが、程度もかなり厳選して買ってきてます。綺麗な状態です。で、サイズ表記は42なので、僕はこの今着てるリバースの上からとかでも着れるぐらいのサイズ感ですね。こちらの方でお値段の方が 7,800 円に消費税になってます。続いてこちらリーバイスのカバーオール。こちらリーバイスなんですよ。パッチの方がこちらについてて、で、サイズ表記ミディアム表記 M 表記ですね。で、こちら紙タグも残っていて、で、下から2段目ですね、メイドイン US でしっかりと入ってます。年代で90年代ぐらいだと思うんですけど、こちらボタンの方もちゃんと、パンツとかで使われるトップボタンと同じボタンが使われてますね。で、デニムの色味も決してまだまだ薄くなく濃い状態で残ってます。程度もいいですね。で、サイズ表記 M 表記ですが、普通のカバーオールでいう42ぐらいのサイズ感はあると思います。僕で全然余裕で着れるサイズ感ですね。こちらの方でお値段の方が 15,800 円に消費税になります。続いてミリタリーのものですね。こちらミリタリーのフリースのものになっていて、タグの
タグの方がこちらについてます。サイズ表記はラージレギュラーの表記ですね。こちらも2013年の会計ものなので、決して古くはないです。ただその分程度はすごいいいですね。フリースの状態もまだ柔らかくて、これからまだまだ着ていけるっていう状態です。裏に関しても綺麗な状態です。でラージレギュラーのサイズ感で、僕が気持ち大きめに着れて需要多いところだと思います。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらかなりいいですね。 CW9P になるんですが、タグの方がこちらの方になっていて、サイズ表記 XL、 いいですね。こちら2001年の会計のものになるので、そんな古くはないんですが、そこまでひどいダメージがないです。でこちら程度としてなんですけど、このキルティングのステッチがちょっと抜けてるところあったり、あと背中の方もですね、こちらの方にもちょっとだけ抜けてるところはあるんですよ。であとこちらの少し色焼けしてるところもあるんですが、そこまで目立ちはしないです。ジッパーはこちらのジッパーが使われていて、あとリーブとかに関しては特に問題ないかなと思います。でサイズ表記 XL っていうのは本当にいいですよね。この辺は本当大きければ大きいほど多分需要あると思うので、僕でも全然余裕持って着れると思いますね。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらは、デジカモのゴアテックスのジャケットですね。こちらよく見ていただいて分かると思うんですけど、そのタイガーカモ、デジタルタイガーカモになってます。でタグの方がこちら内側の方についていて、こちらサイズ表記はミディアムレギュラーの表記です。こちら2008年の会計のものですね。これも決して古くはないんですが、すごく程度いいです。そのゴアの状態もすごいまだ張りが残ってますし、その中のこのシームなども全然剥がれ見られないですね。綺麗な状態です。でサイズ表記はミディアムレギュラー、僕が、一番需要多いサイズじゃないですかね。僕でも普通に着れるサイズ感です。こちらの方でお値段の方が12,800円に消費税になります。続いてパンツのご紹介ですね。こちら、501じゃなくて509っていう品番になります。パッチの方こちらについてまして、品番509でサイズ表記がウエスト33のレングス32の表記になってます。でこちら、オレンジタブがつくタイプですね。古いタイプです。でジッパーの方はこちらリーバイジップが使われてます。501とは違って501の気持ち細身のストレートになってます。でこちら程度としては、股下も全然問題ないですし、こちら裾の方もオリジナルで、問題ないです。で実質のサイズの方が、ウエスト32インチのレングス31インチ1インチずつ表記から縮んでるっていう感じですね。僕だと気持ち大きいサイズになるんですが、この辺履ける方多いと思います。しかも僕も今日これ履いてるやつ、品番でいうと509なんですよ。同じタイプなんですがかなり使いやすいです。ほんとシルエット綺麗ですよ。こちらの方でお値段が9800円に消費税になります。続いてこちら501ブラックですね。パッチの方がこちら品番501で、サイズの方がウエスト33かな、33でレングス34の表記です。で赤タブもしっかり残ってます。でこちら先染めのタイプですね。中が白なので。でこちらブラックの色味結構まだ残ってるっていう状態です。でこちらも股下全然問題ないですし、レングスもこちらもオリジナルのものになってます。で実寸のサイズの方が、ウエストの方が32インチのレングス33インチ、こちらも表記から1インチずつ縮んでるっていう状態ですね。僕だとレングスが長いサイズになるんですが、180以上の方ですかね、身長がにはすごくいいと思います。こちらお値段の方が9800円に消費税になります。続きましてこちらは US アーミーのベイカーパンツになります。タグの方がこちらの方についてますね。サイズ表記3633の表記になってます。で程度としてなんですけど、こちらちょっと気になるのが少し小穴が開いてるっていうのと、あと汚れが残ってるっていう状態ですね。股下とか裾に関しては全く問題はないんですが、ちょっと汚れだけね少しすいませんっていう感じです。で3633の表記なんですが結構縮んでるんですよ。サイズ実の方がウエスト34インチのレングス30インチになってます。
僕だとウエストは余裕があってっていう感じになるんですが、この辺も履ける方は多いかなと思います。こちらの方でお値段が7800円に消費税になります。続いてヴィンテージのパンツですね。こちら501のビッグ E になります。パッチの方がこちらになりますね。サイズ表記がウエスト30インチのレングス31インチになります。で、赤タブビッグ E しっかり残ってます。当然こちらもシングルステッチですね。で、トップボタン裏はこちら6番の刻印になってます。で、程度としてなんですけれども、股下は特に問題ないんですが、こちら太ももの方ですね、リペア入ってるんですが、かなり綺麗直されてます。あとは両膝の方ですね、こちらもリペアは入ってるんですが、綺麗に直されてます。こちらも。で、裾に関してはオリジナルのものになってますね。多少のすれぐらいはあるんですが、そこはちょっとご愛嬌かなと。当然耳付きですね。ですごい色味もいいです。裏面に関しても特に問題はないかなと思います。で、実寸のサイズの方がウエスト29インチのレングスも29インチ。多少縮んでるサイズですが、僕だと小さいです。ただこの辺入る男性の方とか女性の方にはすごい、お得かなと思います。お値段の方が35,800円に消費税になります。続いてこちらも501なんですが、かなり濃いですね。いい色だと思います。こちら66前期になります。パッチの方がこちらになってまして、サイズ表記ウエスト42インチのレングスが32インチですかね。ちょっと見づらくなっちゃってます。で、赤タブはこちらスモール E で、当然シングルステッチのものですね。で、トップボタン裏がこちらちょっと見づらいかと思うんですが、16の刻印になってます。ちょっと光の反射でっていう感じでしか確認できないかもしれないです。で、こちらもこれだけ濃いので状態も全然問題ないです。股下も裾ももう全くもう全然大丈夫ですね。で、後ろの方だけこちらブリーチですかね、飛んじゃってるところが1箇所あります。ほんとそれ以外はもうほんと濃い状態ですね。こっからのり付けしてもいいんじゃないですかっていうぐらいの濃さですね。ウエスト実寸の方が40インチのレングス32インチになってます。さすがに大きいですが、この辺履ける方とかにとってはかなりお買い得なんじゃないでしょうか。これだけ色も濃いんで、本当のり付けしてガンガンひげ作っていただきたいですね。こちらお値段の方が59,800円に消費税になります。続いてこちらは505です。505びっくりですね。パッチの方はすみません、こちらもう結構剥がれちゃってる状態にはなります。で、赤タブ、こちら確認しづらいんですが、裏面ですかね、こちらの方でびっくり確認ができます。今当然こちらシングルステッチのものになります。で、程度として見ていきたいんですが、股下は大丈夫なんですが、ジッパーの下ですね、こちらにリペアが1点入ってます。で、あとは特に太もも膝部分にはリペアはないんですが、裾ですね、裾が上げられちゃってます。で、こちら耳なしのタイプです。また縦落ちすごい綺麗に入ってますね。で、こちら裏面に関しても先ほど、表とそんな遜色ないような雰囲気だと思います。で、実寸のサイズの方がウエスト35インチのレングスが28インチになってます。裾が上げられちゃってるので、それも含め気持ち短いサイズ感にはなりますが、この辺も履ける方はすごいいいかなと思います。お値段の方が35,800円に消費税になります。こちらコーチバッグのご紹介です。こちらグリーンのコーチバッグですね。しかもめちゃくちゃ綺麗で程度がいいです。全然スレもまだ出てないですね。で、こちら中の方にこちらの方ですね、ちょっと見づらいかもしれないです。コーチの印字が中に入ってます。で、中の状態も比較的綺麗な方ですね。で、こちら僕が持ったとして、これぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段が7,800円に消費税になります。こちらもう1点コーチバッグの紹介です。こちらはバケツのタイプですね。で、こちら黒のボディになっていて、先ほどのものよりは多少スレが多いかなっていう状態になります。で、こちら中の方にこちらですね、コーチの印字も入ってます。で、先ほどのものと比べるとなんですけど、中の方が少し程度がちょっと悪いかなっていうぐらいにはなります。ただこのサイズ感なかなか
大きくて使い勝手いいかなと思います。僕が持ってほんとこれぐらいの感じですね。こちらの方でお値段の方が9800円に消費税になります。続いてブランケットのご紹介です。こちら70年代頃のブランケットになるんですが、そのネイティブ柄っぽくない感じですごい可愛いかなと思います。ちょっと寄りで見るとこんな感じの柄ですね。で、最初僕が持ってたこの大きさでまだ半分なんですよ。すごく大きいです。なんか部屋とかに使っていただけたらおしゃれかなと思います。こちらの方で、お値段の方が9800円に消費税になります。続いて1点帽子の紹介ですね。こちらもパッと見でわかると思うんですが、バドワイザーのハットになります。で、こちら中の方がこんな感じになってまして、でタグの方がこちらについてます。サイズが7と8分の1になってます。で、一番下に書かれてるんですが 100% コットンになってますね。で、しかもこれ触っていただいたら分かると思うんですが、ほんと数回洗われたぐらいの程度です。すごいまだ張りが残ってますね。少しシミが残っててっていう状態になるんですが、その実際被ると目立たない場所かなと思います。こちらの方でお値段が7800円に消費税になります。続いてこちらが70505のビッグになります。パッチの方がこちらになりますね。薄くですがまだ品番も読み取れまして、でサイズの方がこちら40の表記になってます。でこちら襟元の方もまだ全然ダメージきてないですね。で色味としても、落ちてはいますがまだ全然薄くはない状態です。ですいません、こちら赤タブもびっくり確認ちゃんとできますね。で裏面に関しても特に表と遜色ない感じですね。少し汚れが、あんま目立たないと思いますけど1点あります。サイズ表記が40なので、僕が中1枚とかでピタッとするかなっていうぐらいのサイズ感ですね。こちらの方でお値段の方が29800円に消費税になります。続いてこちらも70505のビッグイなんですが、ブランケット付きのものになります。パッチはこちらもう縁だけしか残ってない状態です。ただ実寸で測ったところ38ぐらいのサイズかなと思います。でこちらも赤タブ綺麗にびっくり確認できますね。でこれに関してはいい色っていうのもあるんですが、袖すごく仕上がってますね。もう蜂の巣がいい感じに、かなりかっこいいと思います。袖口の方がですね多少すれはあるんですが、ちょっとこの辺はすいません。で襟元ですね、襟元ちょっと擦れてる場所があってちょっと危ないかなっていうぐらいです。で裏面に関してはこんな感じですね。ほんといい色ですね。でサイズが38なので、ブランケットついてる分っていうのも考えてもらえると、少し気持ち小さく感じるかなと思います。こちらの方もお値段29800円に消費税になります。続いてこちら M65 のフィッシュテールになります。こちら内タグの方はこちらになってますね。サイズ席ミディアムの表記になってます。でこちらライナーがすごいもう程度めちゃくちゃいいですね。でこちらボディシェルの方ですね、もう M 表記になってます。でこちらフードもついててもう3点セットの状態です。でこれに関してはすごい程度いいですね。かなり綺麗な状態です。裏面に関してもこちら綺麗な状態ですね。でサイズ表記 M 表記で僕以前も紹介させていただいたんですが、こちらで僕が気持ち大きく切れていいサイズ感だと思います。こちらの方でお値段の方が35800円に消費税になります。続いてこちら M51 のフィッシュテールパーカーになります。スタンプの方はこちらフードのところに押されていて、こちら右側の方は品番などが入っているものになっていて、サイズ表記がこちらの方ですね、サイド逆側の方にあって、こちら黒で塗りつぶされているところ、こちらの方にミディアムの表記が残ってたはずです。うっすらですけど気持ち読み取れます。で首元の方にこちらスモールっていう表記があるんですが、こちらこのステッチで多分おそらく後付けじゃないかなと思います。で程度として見ていきたいんですが、まずこちらマーカーでちょっと書かれちゃってるっていうところと、あとサイドの方ですね、こちらの方にリペアがされているところがあります。あと後ろの方ですね、こちら下の方にも結構大きくリペアされちゃってるところがあります。
ただそのボディの色味とかすごいまだ残ってる状態なので、そんななんかたくさんめちゃくちゃ着られてたっていうわけではないのかなと思います。おそらく M 表記なので、こちらも僕が気持ち大きめに着れて皆さん着れるサイズかなと思います。こちらの方でお値段の方が 25,800 円に消費税になります。最後にこちら B15D モディファイの紹介ですね。モディファイなのでこちらもうボアが外されている状態で、こちらの方はその当時ボアを外した時のステッチが入れられちゃってます。でこちらタグの方は残ってない状態ですね。で袖リブ腰リブの方に関してもこちらおそらく変えられちゃってます。ただリブの感触からするとそんな新しい年代のものは使われていないです。裏面の方ですね、こちらの方でちょっと分かりやすいかなと思います。ここでステッチがちょっと変わっちゃってるので、おそらく変えられてるかなとは思います。またこれに関してはワッペンすごいいいですね。ただこの、考えてみるとその B15D って50年前半とかのものになるんですが、このワッペンとかもう少し古いものが使われてるのかなとも思うんですよ。ちょっと断定ができないので何とも言えないんですが、いいワッペンがついてるっていうところはあります。でこちら裏面に関しては特に綺麗な状態ですね。であと1点ですね、すいません。こちら脇の方におそらくこのスレによる色移りっていうのがあるっていう状態にはなります。でサイズ感でいうとざっくり40ぐらいのサイズ感かなと思いますね。僕で中1枚とかで、着丈短いので中1枚とかで、いいサイズ感になるかなと思います。こちらの方でお値段の方が 79,800 円に消費税になります。本日のご紹介は以上になります。ベルベージュの方で買い取り委託販売の方を行っております。何かご不明な点あればお電話で対応させていただきますので、そちらの方もよろしくお願いします。